テニス界の異端児、ダスティン・ブラウンとテニス界の問題児、ニック・キリオスが2016年、ウィンブルドン2回戦で激突することとなった。両者ともに型破りな選手として知られていますが、同時に最高のエンターテイナーとしても知られています。股抜きショットなんかは普通に使ってきますし、何よりもプレーが予測不能、自由奔放なテニススタイルで観客を魅了するのです。この試合でも当然のことながら、股抜き、トリックショットの応酬、さらには両者の高次元の読み合い、戦術が繰り広げられ、最終的には同士を見つけた喜びでお互いを称え合うという最高の一戦となったのです。さあそれでは、ある意味テニス史上最も面白い試合となったこの一戦はどのような試合展開となったのか、その戦いの全貌を紐解いていきましょう。こちらドレッドヘアがトレードマークで異彩を放っているテニス界の異端児、ダスティン・ブラウン。こちら刈り上げも悲観でもはや不良にしか見えないテニス界の問題児、ニック・キリオス。ウォーミングアップからして何かが起きそうな予感しかしません。試合が始まるといきなりブラウン節が炸裂。ブラウンのプレイスタイルを一言で表すと、超強引な速攻型。サービスゲームではサーブ&ボレーを展開。レシーブゲームではハイリスクな超強引レシーブでブレイクを狙っていきます。ストロークではミスを恐れずにバコバコショットを放っていく、いわゆるバコラーと言われるタイプ。さらに天才的なドロップも多用してくるので、緩急が両極端。予測不可能なテニスに世界王者ナダルも手を焼いていました。唯一無二の個性あふれるテニスで、第1セットはブラウンが主導権を握っていきます。野生的なサーブ&ボレーを展開。野生的なボレーの後は繊細なタッチ。対してキリオス独特のライジング。お互いに自由なテニスを見せます。さらには楽しくなっちゃって、こんなプレーも見せてくれちゃいます。しかしやはりキリオスも天才、繊細な神ロブを見せる。その中、2人の試合らしいこんなラリーが繰り広げられます。ブラウンのドロップからネット際の攻防、キリオスの股抜きショット、こういった高次元な面白いものが見れるのがこの試合の醍醐味です。それでもブラウンのテニスはキリオスも翻弄します。この神ドロップボレー。次のプレーではキリオスが一歩も動けない。何が起こったのかもう一度見ていきます。ここまでブラウンは散々ドロップボレーをしてきたので、今度もドロップをされると思い、完全に意識が左前に行っている。しかし実際には右後ろの強打、相手を翻弄させていく戦略が見事にはまっています。第1セットからタイブレイクにもつれ込むも、キリオスはブラウンに振り回されます。ここでも決まる神ドロップボレー。そして第1セットのラストはブラウンのバコリが決まり、第1セットをブラウンが先取します。第2セットでも勢いのままブラウンが流れをつかむと思いましたが、キリオスがブラウンの前衛を攻略し始めます。ここでキリオスのプレイスタイルを解説します。キリオスもブラウンと同じくバコバコショットを打っていく、いわゆるバコラーと言われています。しかしキリオスはただのバコラーではありません。ストロークに緩急をつけてラリーを展開していきます。
よってキリオスは多彩なストロークを持っていて、テクニカルなことができます。このテクニカルショットでブラウンを崩し、一撃必殺のパコリショットで決めていくというのがハマっていくのです。その攻略が見えたのがこちらのラリー。Great point here for Kyrgios. これがどういった攻略であるのか詳しく見ていきます。Great point here for Kyrgios. サーブ&ボレイヤーに対するセオリーの足元を狙う返球。こうなるとブラウンは攻めのボレーができない。深くへのめちゃくちゃうまい返球ですが、現代テニスでは体勢が整った状態で打つことができればストローカーが有利。ここはブラウンが噛みすぎましたが、主導権は完全にキリオスが握っていました。こちらのポイントでも再び足元へ返球。ブラウンのサーブ&ボレーを攻略し、第2セットはこのパターンで次々とブレイクをしていきます。そんな中でもブラウンがスーパープレーを見せます。おいおい、バックスピンでネットにかかってやがる。これを平然とやっているのはマジで神。それでもキリオスの足元に落とすリターン、猛攻は止まらず、第2セットは 6-1 という圧倒的なスコアでキリオスが取り返します。Oh, what a shame. He can't quite. 続く第3セット序盤、エンターテイナーブラウンに注目。Oh, you have to be kidding me. Is that humanly possible? これも非常に有名なシーン。Not that time. ブラウンの有名なダイビングボレーの瞬間です。第2セットでキリオスがサーブ&ボレーを攻略し、このままキリオスが持っていくかと思いきや、そうはなりませんでした。ブラウンにはまだまだ引き出しがあったのです。こちらのプレー、もう一度見ていきます。ブラウンの対策方法はこちらです。キリオスが足元に打ってくることを逆手にとって、完全に前に詰め切らない。こうすることで、ブラウンからしてみれば、ただの浅いボールなので、チャンスボールとなります。これを3球目攻撃にして、一気に押し切る。こちらでも、完全に前に詰め切らない。チャンスボールとなり、キリオスは右後ろに位置をしているので、これをドロップ。この、行くと見せかけて行かない作戦がハマり、ブラウンが主導権を握っていきます。少し外れますが、第3セットで個人的に好きなシーンがこちらです。綺麗に決まったと思われたサーブがレッド判定。ブラウンは嘘だろとこの表情。ジェスチャーでもネットよりこれくらい上を通ったぞと抗議をしています。お前に目はついているのかと激しい言葉を口にしますが、審判の言うことは絶対。気を取り直してサーブの準備をします。これなら文句ねえだろとエースを決めたブラウン。この後ろ姿、イケメンすぎる。ブラウンの作戦は続きます。前に行くかと思いきや行かない。キリオスを混乱させてポイントを獲得。キリオスは混乱させられているので勢いに乗ることができません。中途半端な返球をしてしまいます。このセットのブラウンはキレッキレです。波に乗れないキリオスと勢いに乗るブラウンを象徴したポイントがこちら。キリオスは無気力気味になっているのがわかります。この勢いに任せた怒りのぶっ放し。怒りの原因はラリー中にブラウンが2バウンド気味に打ったボールを審判が1バウンドだと判定したことにありました。
それ以外でも審判の判定に納得がいかず、無気力気味になっているのです。そんな怒りの中でもエンターテインメントを見せてくれます。Here we go. 最後はキリオスのサーブがフォルト。第3セットはブラウンが取ります。But in fairness, he can see apart fromキリオスは審判に対して怒りを吐き出して気持ちを切り替えていきます。第4セットに突入すると、キリオスは気持ちとともに作戦も切り替えていきます。第3セットではブラウンの足元にリターンをしていくという作戦が攻略をされました。これはコートを縦に使うという作戦ですが、縦がダメなら横に使う。第4セットでキリオスはブラウンを左右に振ることで崩していきます。それを実行したラリーがこちら。キリオスはサイドラインを狙って横に展開していきます。Oh, what a point from Dustin Brown. ここはブラウンのフットワークが光りましたが、展開的には悪くないです。レシーブもしっかり引きつけて打つことでコースを重視、そしてコースを隠す打ち方へと切り替えている。He's made it for Kyrgios. パワーではなくコースでブラウンを抜いていく。これができるのもキリオスの強いところです。続くこちらではキリオスの考え抜かれた配球力が見られました。こちらを詳しく見ていきましょう。まるでジョコビッチのように丁寧な面を合わせるバックハンドでショートクロスへ持っていく。ブラウンをコートの端に出させる。浅いボールだったのでブラウンは前に出るしかない。これをライジング気味に早いタイミングでボールを捉え、空いているコートの右側に打つ。戦略的にブラウンを崩していきます。キリオスはこれまでの作戦をミックスしていきます。レシーブはブラウンの足元へ。甘くなったところをコート左隅へダウンザライン。こういった手堅い王道の戦い方ができるのもキリオスが天才と呼ばれているゆえんだと思います。このように冷静さを取り戻したキリオスと相変わらずのブラウン節、面白い試合になってきました。ここから破天荒な両者の神々の戦いが始まっていきます。ブラウンがクリアすこの脱力感からのおそらくですが今のショット170キロぐらい出ていると思います。お次はブラウン代名詞の神ドロップボレー。見ていてマジで気持ちよすぎる。これだからみんなブラウンのことが大好きなんですね。しかしキリオスは学習します。キリオスは次もドロップされると予測をしていたため、ブラウンが打つ前からかなり前に詰めています。こうなってしまえばドロップショットはチャンスボール。キリオスは流すように決めていきます。そして第4セットのラストはキリオスのサーブが決まり、キリオスが取得。セットカウント2ゴールでファイナルセットに突入していきます。さあ、お互いの手札は出し尽くした。最終セットは真っ向勝負でぶつかり合います。両者の武器であるサーブを軸に攻撃が展開され、キープ合戦となります。そしてゲームカウント3オールとなり、ブラウンサーブでゲームが動きます。ラブ40とキリオス、圧倒的なブレイクの機会となるのです。しかし、この圧倒的大ピンチの状況でもブラウンは冷静でした。お手本のような丁寧なボレーで得点をします。これで1540。
軽快な身のこなしで気づきませんが、ブラウンは身長196センチと高身長。Reach, Dustin Brown. ギリギリですが、ポイントをつかみ取ります。30-40。そして、強烈なサーブ。ラブ40からデュースまで持っていきます。Love 40 down. デュースの中でも一進一退の攻防が続いていく。Nicely done. キリオスもここが勝負の分かれ目だと認識をしていて、Oh, beautiful from Kyrgios. 自分を奮い立たせるアドバンテージキリオス。これが4回目のブレイクポイントとなります。キリオス、アドバンテージを握った大事なポイントという中で、雨が強くなってきた影響で、試合はここで一時中断。翌日に持ち越されることとなりました。キリオスは流れに乗っていたので非常に悔しそうです。そして翌日、見事に晴れて、昨日の続き、ブラウンサーブアドバンテージキリオスで試合が再開されます。ブラウン、ミスったらキリオスブレイクという中でも、ドロップボレーで見事に決めていく。今日のプレー、一発目でこれは強心臓すぎます。これで勢いに乗ったブラウンでしたが、このバックのドライブボレーは勢い余ってアウトとなり、5回目のアドバンテージキリオスとなります。そしてこのバックの強打もギリギリアウト。キリオス、見事にブレイクに成功し、この試合一番の山場をものにしました。続くキリオスのサービスゲームは安定してキープ。ゲームカウント 5-3 で王手です。ブラウンもテニス界屈指のサーブ&ボレーを見せ、ゲームカウント 5-4 となります。そしてキリオスのサービスゲーム、ブラウン追い込まれた中でバックのスピンのかかったドロップボレーを打ち、回転の影響でボールがネットに吸い込まれる、まさにトリックショットです。しかしテクニック問答無用のゴリ押しサーブ。これでキリオスがマッチポイントを握ります。そしてラストはサーブが決まり、キリオスがフルセットの死闘を制した。長年探してきてようやく同志を見つけられたという喜びと白熱をした試合に、最後は両者抱き合います。ブラウンも負けはしたものの非常に清々しい表情をしています。お互いをリスペクトし、フルセットの最高のエンターテインメントを見せてくれた両者に拍手を送りたいと思います。本日は以上になります。ありがとうございました。プティカイなメンバーシップ、ウィンブルドン史上最高傑作の試合解説動画や、錦織の2014年マドリードの試合解説動画など、メンバー限定動画を公開中。さらに、一般公開前に先行配信も行っていますので、概要欄からメンバーシップよろしくお願いします。